言うたら悪いけど最年長やん。どこ行っても最年長です b ボーイも含めて10キロ太って留学であーちゃんが絶対3時間以上はしないです。しない。絶対しないです。今度、12月に行われるのはパリで行われて、各国2名ずつ男子女子の部から出てスポーツの大会が行われますね。それはまあオリンピックのための準備の大会だよね。形式も普通のバトルとはちょっと違う。日本から誰が？はい、日本からはしげちゃん、あみちゃんとは私です。なるほど。はい。それは何月何日？12月4日の土曜日です。ぜひ頑張ってきます。はい。パリオリンピックでブレイキンが入るっていうことで、すごい。 BC1 の時でもめっちゃ流れててね。いや、それ知らなかったんですよ。友達がなんか見たよとか、ヤフーに載ってたよとかいろいろ言ってくれて、すごいやと思って。すごい変わりましたね、確かに。前とはちょっと違う感じがします。だからオリンピックについて聞かれることってすごい多くない？確かに、聞かれることは多いですね。マスコミにしてもそうやし、普通の人からもそんな風に言われるやろ。それでテレビで見る人が増えたじゃないですか、ブレイキンとかを。だから先生がやってるのってあれなんやとか、私英語を教えてるからそんな別に男性やってるけどどのダンスかもみんな知らんし、あれなんやとか、親御さんとかも気づいてくれはった方とか結構いて。あーちゃんはどういう関わりをしてるのオリンピックには？今はですね、日本チームの強化選手のメンバーに入らせてもらって、強化選手やねんな。はい出る方やねんな。ジャッジとかそっちじゃないねん。じゃないですじゃないです。サポート側じゃないねんな。はい、今は強化選手の一人にならしてもらってて、そっちの面ではそういう活動をしてます。なるほど、はい、じゃあ合宿とかも。はい、この前夏の合宿と春の合宿にも参加させてもらって活動してますから。じゃあパリオリンピックを目指してんねんね今。そうですね、まだまだ先ですけどね、それは。3年後そうね、もう3年後、一応そうやってみんなでジャパンチームとして動くみたいな感じで。なるほど。言うたら悪いけど最年長やん。どこ行っても最年長です b ボーイも含めていや本当です強化選手のよ。中では最年長。最年長ですよ。面白いですよね。そこは自分の中ではどういう感じなの？でもなんかやっぱ初めにそういう活動しますかっていう聞かれた時に考えたんで、自分でもほんまになんかできるかなとか、3年って見た時にそれだけついてこれるかもやっぱ分からへんし、いつ自分が怪我で動けへんくなるかも分からんなと思ったし、やっぱ周りのいろんな状況とか考えてそこまでいけるか自分でも不安やったんですけど、でもいろんな人自分で話し合ったりして、やっぱやってみたいなって思えたから、あんまり年齢がどうっていうのは自分にはなくて、一緒に活動してる中で、すごい一番下で言ったら14歳の子とかがいるんかな、ジュニアで入ってる子は。で一番上が私ですごい差じゃないですか。でもなんかみんなで活動するように向こうもこう活動のやり方を作ってくれてはるんで、もう全然楽しいですけどね、みんなと喋って若い人。みんなそうなんやみたいな。楽しいわな。なるみはまた違う立場で。カズさんが日本の一番代表、なるちゃんが副代表みたいな、あと今はコーチを2人ともやってはるって感じで。オリンピックに対してすごい目をギラつかせてるとか。それはあると思います。なんかオリンピックもだし、ブレイキンの大会に出ていく、その上を目指したいっていうのは多分すごい強くはなってると思います。みんないつか出たいとか優勝したいとか、例えば全日本の大会に出たいとか、そういう一つ一つやっぱみんなが思ってるやろなっていうのは感じますね。やっぱりその若い子って増えたと思いますよ。人口が全体的に見て増えたなっていう印象はありますね、ちっちゃい子たちが。アーチさん的にそのカルチャー派スポーツ派みたいな風にブレイキンを捉えたりはしてる？あんまりしてないですね、そこは。確かにスポーツの方だと形式が違うと思うんですよ、バトルのムーブ数とか運び方が。でも結局は同じカルチャーって言われてるバトルでも戦う人が出てるし、別にこっちに出てたらこっちに出てるとか、多分出てる子ってあんまり考えてないんちゃうかなとは思う。出てる子はどっちも出てると思うよ。そう私も実は世界系のスポーツ初めて今度行くんですけど、来週出たことないから誰が出てるとかそこまで知らないですけど、出る方はあんまりそこまでみんな意識はしてないんじゃないかなとは思います。少なからず私はそのどっちもいいと思ってるというか、どっちにもチャレンジできるし良さがあるって思うから、捉え方的にはもう一緒と思ってますかね。JDSF にも出てるやん。はい。でそれでこうジャッジされる側の立場として、なんかいつものイベントとは違う結果になったなとかって感じたことは別にない？
ないですね。私は別に普段のバトルでも自分が良かったけど負けることってあるじゃないですか、でも自分が良くないのに勝つこともあるし、もうはっきり言って分かんないから、別に全然思わなかったですね。それはなんかもうスコアシステムが全然違うし、すぐ公開されるやん。ああそうだね、シビアだなと思いました、わーみたいな。もう点差もバンって分かるわけやん。でも結局踊ってるうちらってそこまで見えてないんですよ。もう勝ったか負けたしか見えないんですよ。赤が青でそんな余裕ないし、終わってからちょっと表見て、あこうやんやってなるけど、やっぱりだからやらなあかんってわけじゃないじゃないですか。なんかやっぱ自分が必要なんやと思ったらそこを伸ばしたいって思うから、なんかでもあると分かりやすいっていうのもあるし。ブレイキンに出会ったのはどういうきっかけなの？ブレイキンはうちの姉のなるみが先に、ダンス自体は私が先に始めたんですけど、ブレイキンじゃなくてダンスをやってたの？はい、ヒップホップダンスを中学と高校の時らへんになってて、お姉ちゃんがその時全然ダンスやってなかったけど、19ぐらいの時になんかいろいろやり始めはったんですよね。スケボーとかスノボーとかなんかいろいろチャレンジしてはったんです。サーフィンとか。なるみがなんか新しいことやりたいみたいな、その一個でダンス私もやってるし来るって言って来だしたんですよ。じゃあお姉ちゃんの方がのめり込んでダンスに、で私は留学したから辞めたんですよ。なるみブレイクの前に普通に踊ってたの？私たち同じレッスン受けてました。京都の先生ターボーさんとか。ターボーにヒップホップ習ってた、私はもう辞めて留学をしたんですけど、お姉ちゃんはその間にダンスやって、ブレイキンに出会って、そこからブレイキンをずっとやってはって、10キロ太って留学で。あーちゃんが全く想像できへんな。めちゃくちゃ太ったんです。ちょっとやっぱ痩せた方がいいって親も言ってて、太りすぎやから、そんな時にお姉ちゃんがちょうど決戦のバトル、大阪でやってた。でその時になんかそれがあるから、見に来たらって言われたんですよ。見に行って、お姉ちゃんとかが京都ビーボークルーで出てはったのかな、でなんかその帰りにやってみたらっていうのを、今 DJ やってるボサノブくん、軽くやってみたらいいやん。でもできる気しなかったから、無理やろうなと思ってたけど、練習場に行ったんですよ。その次の日そこでお姉ちゃんにロッポと一撃のカズくんとかクイックさんとかにチェアを教えてもらったりしてて、そっから毎日練習行きましたね。なんかすごい好きになって。それは京都駅？もう京都駅の八丈口時ですよね。初めて3週間目に会った B 賞にお姉ちゃんに出ろって言われて、なんかせっかくやからもうやってるならもう出て帰りなさいみたいな、クイックさんとかが手伝ってくれて、そのムーブを教えてくれて、ワンムーブとりあえず行くぞみたいな感じで B 賞に初めて出て、もう挨拶するとかも知らんかったから、途中でもう分からんくなって、3ヶ月終わりしてしまって、サイファーの真ん中で、うわーと思って、やばいと思って戻ったら挨拶しろって言われて挨拶して帰ったっていう、もうすごい意味の分からへんバトルをしてそれがもう初めてのバトルですよ、人生の。カナダにもうその数週間後に学校始まるから戻って、でもすっごいダンス好きになってから、どうにかして練習場所探そうと思って、どうしようと思って知り合いいい日があったし、カナダに。で男の人がヘルメットを下げて歩いてたんですよ。これ絶対 b ボーイやなと思って、もう違ってもいいから声かけたねと思って、めっちゃ拙い英語で喋りかけたら、その人がたまたま日本の人やって、僕も2日前に来ましたみたいな、ワーホリで。そうなんや。そう、ほんで僕今日ちょうど練習場所見つけたから行きますかって言われて、で一緒に行ったんですよ。それ誰なの？それはキープイットリアルにおられる、しゅうちゃんとゆうちゃんっていう2人なんですけど、今はもう全然ダンスはやってないんですけど、たまに踊ってはるんですけど、そのお二人がもうほぼ先生って感じですね。もうカナダでその2人に、その2人とその2人と一緒にジャパナダっていうチームがあって、カナダの方と日本人の人が組んだチームっていう意味でジャパナダっていう名前なんですけど、そこでチームメイトいろんな人がいたんですけど、に教えてもらいました。何年間カナダにいた？5年間。5年間もおったんや。そうですね。じゃあ5年おったらもう英語もペラペラやそうないとちょっとやばいですよねその時の自分の理想というか憧れてる何人かおると思うけど、どういう感じになりたいっていうのはあった？ありましたね。マッシブモンキーっていうチームがシアトルですごい近いんですよ、バンクーバーから3時間ぐらい。その時もすっごい有名なチームやったから、そのマッシブモンキーのブライソンさんとかめちゃくちゃ憧れてましたね。もうすごいなーって。 B ガールはB ガールはジェシー・フェックスさん。ジェシーってシアトルの B ガールだったんですけど、その時も大活躍されてて、あとアビガール、アビガール、もうこの2人にめちゃくちゃ憧れましたね。あとベータ、アメリカの人しかその時知らなかったから、ほぼもうすごいなーって思ってました。普段はどういう仕事をしてるの？私はレッスンしてます。英語で、レッスンはブレイクじゃなくて英語。
そうどっちかってそっちの方が多いですね。ブレイクを教えてるのはボディカーニバルスクールっていうのをボディカーニバルでこう立ち上げてて、そこのことをまだ始めたばっかりの人たちに向けたボディカーニバルスクールもあるので、そっちではレッスンをしてるんですけど、それ以外ダンスはブレイキンではなくてどっちかってストリートダンスっていう幼稚園の子に教える、そっちもやってます。インターナショナル幼稚園さんでそれをやってて、英語でダンスみたいなクラスです。それ以外は全部英語のクラスをやってます。結構持ってるんや、英語のクラス。英語のクラスは個人で持ってるのが結構、あるのと、あとは保育園と幼稚園で教えさせてもらってるやつが主にやし、大体レッスンですかね。もうなるほど。じゃあ主な収入は完全にそれない。そうですね。ブレイキンで教えるんじゃなくて英語のレッスンで。そう半々ですね。あともう一個やってるのが、私日本語学校で働いてるんですよ。日本語学校でそこでずっと長い間働いてるんですけど、そこは本当に今週1だけお手伝いみたいな感じで行かせてもらってて、留学生のサポートみたいな、なんかジムのような仕事。留学生に日本語を教えるんじゃなくてジムの仕事。そうです。そこは日本語をみんなに教えるんですけど、私は日本語の先生の資格を持ってないので、そこではどっちかって言ったら生徒さんのサポートをしたりとかする仕事をしてます。みんなダンスでやってるってよく言われるんですけど、半々ですかね。あーちゃんといえば、姉貴がなるみ。そうですね。出たおばさん2人ってね。いやいいね。いくつ違い？3つ違いです。あーちゃんにとってなるみっていうのはどういう存在なの？ね、お姉ちゃんっていうか大親友って感じですよ。どっちかって言ったら、どっちかって言ったらもう友達みたいな感じですかね。もともとそんな仲良くなかったんですけど、そうなの？もちろん一般家庭の兄弟としては仲良かったんですよ。中学高校ぐらいから全然2人が違ったから、別にやりたい楽しいと思ってることも違ったし、そんな遊ぶとかあんまなかったなって思うんですよ。もちろん幼い頃はもちろんずっと遊んでたみたいな。けどダンス始めてからですね、もうここまでずっと仲良くなった。ブレイキンやりだして、あとやっぱ私が留学で海外に出たし、その直後にお姉ちゃんもダンスの修行でアメリカに行きだしたりして、向こうでよく会ったりしてたから、自分らがやりたいことが煮出してからすごい仲良くなったって変な言い方ですよね。もうでもなんか大親友って感じです。すごい俺の中であーちゃんは、ずっとリズムキープするし、すごいこの一つのストーリーとして完成させてるブレイキンっていうイメージ。パワーもやるけど、いわゆるパワームーバーのパワーのやり方じゃないやん。そうですね。得意ではあんまないので、そういうのが嬉しいですね。そうやってストーリートランジッションとかもすっごい綺麗やし。ありがとうございます。そこで今めちゃくちゃ自分的にはこだわってるというか、動き方とか考えて、そういうのが好きでやから嬉しいですね。両方向もこう動くし、一連の流れがものすごく綺麗。本当ですか？洗練されたスタイルやなっていうのが、あーちゃんスタイル。コアがしっかりしてるんやろなと思ってて、だから足の力っていうよりは、この辺のコアがすごいしっかりしてるから、それで動かしてるっていう感じ。フットワークも思いっきりバキバキっていうわけじゃないやん。同じような感じでガンガン回るんじゃなくて、どっちかいうと足の振りっていうよりは、この片目でこういってる感じや。でその流れで立ち上がってフットワークとかトップロックやってるって感じやから。そうなんですか。トップロック思いっきりやってパワームーブバーンって入る人とか、フットワークめっちゃ強いけど、パワー緩い人とか結構おるやん。なんかそのバランスがすごくいいなっていう。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。そんなんなんかこう自分のダンスをこんな細かく言ってこられるなんてね、なかなかない。ブレイキンやっぱり b ボーイもめっちゃトレーニングとかしてる人も多いし、筋肉使うやん。使いますね。そういう筋トレとかはしてんの？こういうのをやってないですね。そうね、なんかやってそうにないもんね。私が年齢もいってるから、あんまりその大きい筋肉つけたとこで今の感じより余計しんどくなるから、インナーをやってますね。絶対毎日やるのを決めてて、その通りに足のインナーと首のインナーとか、そういうインナー系をやってるけど、筋トレという筋トレをやってないですね。バトルが始まっちゃうと、過度な筋トレしちゃうと、やっぱ練習に差し支ってくるし、で私ほんまに今年入って初めて大怪我して、4ヶ月ぐらいほんまに踊れなかった。どこ大怪我したの？首がもともと悪かったんですけど、もうそれが結構ヘルニアになっちゃって、あとさらに首をひねっちゃって、痛みとこうなんかしびれとかがずっともう消えなくて、結構長い間踊れなかったから、そういうのもあるので、そういったところのコアなんはめちゃくちゃやってるけど、その大きいのをつけてもそっちを常にやる意識は、毎日ちゃんといい状態に持っていくためのケアをしてますね。
毎日絶対練習始まる前に40分か45分ぐらいそれやってから練習しか絶対しないですね。あとは終わってからもクールダウン。終わってからはクールダウンとアイシングとかもやってますね、絶対。練習って1日何時間ぐらいやるんですか？絶対3時間以上はしないです。しない。絶対しないです。逆にしない。もう怪我するっていうか、もうやっぱ自分の体も分かってるんで、それ以上やってももう自分的には意味ないなって思う。若い頃はもっとやってた。若い頃って楽しいじゃないですか。だからだらだらさ、なんかみんなとウェーイみたいな、まあ、今もしますけど、なんかそういうのの方が私ら多かった。外でやるから練習を、だから長かったんですけど、今はどっちかっていうともう時間気にしてやめてますね。あ、もう時間来たしやめようみたいな。結構練習のやり方とかも決めてます。その b ボーイ b ガールでなんかこういい部分悪い部分がうわー、今後の夢とか目標は、今後の夢とか目標、これすっごい難しいんですよ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ボディーカーニバル和樹ロックブログもチェックお願いします。